ことでこちらハモでございます。もう持った感じでとんでもなくもうぬるんるぬるんるしておりますので、このまずは骨を切っていっちゃいましょう。うわー、こんな包丁の入れ方したことないからマジむずいわ。っていうか自分は何を初めてさばく魚を一丁前に解説なんかしながらさばいてるんですかね。俺にハモの何が分かるって言うんだ。どうしよう、生まれてきた意味に疑問を持ち始めた。激セマ水産です。お世話になっております。というわけで本日カットしていくフィッシュがこちら、熊本県天草産のハモでございます。夏といえばこの魚という風にね、名前が挙がることの多い魚でもございますが、実際のところ皆さんハモとか食べたことありますか？自分はないです。ということでね、食べるのもさばくのも初めてのこちらのハモ、本日は天ぷらにしていただきたいなと思っております。では早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、ということでこちらハモでございます。ご覧の通りね、ものすごい凶悪な顔してますよね。牙が半端じゃない鋭さですよ、これ。この牙などね、うっかり触って怪我をしないように気をつけながらさばいていきたいと思います。で、まずこちらのハモでございますが、もう持った感じね、とんでもなくもうぬるんるぬるんるしておりますので、まずはね、このぬるんるを包丁でこそぎ落とすようにして、まず大まかにね、取っていっちゃいたいと思います。はい、ではご覧の通りぬめりが大まかに取れましたので、そうしましたらね、この後さらにぬめりを落とすために塩もみをしていきます。はい、ではこちらのお塩でございますね。こちらのお塩を振りかけていきまして、そうしましたらこのようにね、ゴシゴシと表面を塩でぬめりを取っていきます。はい、ではお塩でしばき上げまして、しっかりとぬめりが取れました。ということでね、こちらのハモでございますが、まずはね、お腹から裂いていっちゃいます。ちなみにこういう長いやつやるときって目打ちしてやっていくんですけど、で目打ちして背開きでね、こっちから普段開いていくんですけど、なんかね、ハモって腹開きっていうイメージが強くて、ちょっとあんまりやったことないんですけど、今日はね、その腹開きに挑戦していこうかなと。せっかくなんでね、初めてやることは全部初めて尽くしでいこうじゃないかということでやっていこうと思います。というわけでね、まずはこのお腹をこのように開いていくみたいです。この撮影をする前にね、 YouTube などで必死に勉強しました。でこのようにね、お腹が開けましたら、この内臓などをね全部取っちゃうので、一旦ね、この尻尾の方まで普通に包丁を入れていっちゃいます。ほら、この辺まで入ってるんですよ。なのでこの辺までツイーッとね入れてっちゃって、うわ超怖い。はい、ではこの辺までね開けましたら、このように内臓が取りやすくなりますので、このように包丁などで取り出していっちゃうんですけれども、なんかハモ開いてるね動画見ると大体ね、これ白いの入ってますけど、これ多分卵ですよね。これって食べられないのかな。ちょっとね処理が大変そうなんで今回はスルーしますけど、とりあえずねこういう感じで取り除いていっちゃいます。はい、ではハモのね内臓が取れましたので、こちらはさようならでございます。で一旦こちらでね、腎臓は今の感じで取れちゃったんですけれども、まな板も含めてね一旦水洗いをしていっちゃいましょう。ではハモをしっかり水洗いすることができまして、かつねしっかりと水気を拭くこともできました。そうしましたらね、まずはこの腹のところから包丁を入れていくっぽいんですけれども、とりあえずね、なんかこの辺から包丁を斜めに入れていっちゃいますかね。ここのまずは骨を切っていっちゃいましょう。うわー、こんな包丁の入れ方したことないからマジむずいわ。っていうか自分は何を初めてさばく魚を一丁前に解説なんかしながらさばいてるんですかね。俺にハモの何が分かるって言うんだ。どうしよう、生まれてきた意味に疑問を持ち始めた。とりあえず硬そうな骨はこれでね取れましたので、ここからね少しずつ包丁を入れて身を切り離していきたいと思います。こんな解説動画とはとても言えないですね。ハモを語る資格なし。黙れ小僧、お前にハモの何が分かる。ハモを解き放て。ハモは人間だ。はい、というわけで一旦ここまで開けましたので、多分頭の出番はここまで、頭はここで落としちゃっていいんだと思います。じゃあそうしましたら尻尾をこっちに向けちゃって、こっちからねまた中骨に向けて包丁を入れていっちゃいましょう。マジ作業が手探りすぎて怖え。結構長い魚には珍しくね、タイとかスズキみたいに腹骨がこう三角にがっつり入ってるタイプですよね。こういうところはもうこうやって包丁を立てて切っていくしかないですね。はい、ではこの辺まで包丁入ったら、あと普通の魚の三枚おろしと同じような感じでね、こう入れちゃって、この腹骨をねスイッとやっていけるんじゃねえかと思いやす。
ちょっと一部無理なところもありますね。よし、じゃあこれでね、多分上半分ぐらい取れたんで、あとはね、尻尾の方に向かってスイッと入れてっちゃっていいんじゃなかろうかと思いますけれどもね。ああ、怖い。はい、ということで、こちら、何回やって開きましたね。はい、こちら中骨でございます。でこちらね、中骨に関しては結構いい出汁が出るみたいなんで、この後自分の気力が続けばこれで出汁を取ってお吸い物とか作っていきたいと思います。ではそうしましたらね、ここにこう腹骨が入ってますので、この腹骨を薄く描いていきたいんですけれども、カメラにね背を向けないようにやるのが非常にむずい、こんな体勢でね腹骨を描いておりますけれども、では腹骨に関してはね、このようにかけましたらスイッと取っちゃって、でここのところはね、このヒレがついてるのでちょっと見えにくいですね。ここにヒレがついてますので、斜めにここからザクンと落としてしまいます。こちらもね出汁になりそうですね。反対側のね腹骨も落としていきましょう。反対側ね、こうやって逆包丁で引いていくんですけれども、難しいなと思ったけど意外とそうでもねえや。やるじゃないか。はい、じゃあ腹骨のところはねこれで取れましたので、ここも斜めにザクンと落としちゃいます。はい、ではそうしましたらね、ここのね真ん中のところに身に沿って V 字にね骨があるんですよ。なのでここもねスイッと入れちゃって、この骨もね外しちゃった方がいい的な感じらしいですよ。何せ初めてやるんでね、うまくいってるかどうかすらもよくわかんないって感じですね。ハモってそもそもあれでしょ、京都の貴族の人たちが食べるんでしょ。てかここのところってもうこれほぼ背びれじゃね。背びれは背びれで取るんだから、このまま取っちゃってもいいのかな。というわけでね、こっちが背びれでございます。背びれを持ってビーッとやれるっぽいんですけれども、どうかな、身ズタズタになったらどうしよう。お、いけるっぽい雰囲気してますね。ビーッと引っ張っちゃって、お、いけるいけるいける。あ、切れちゃった。でもね、ほらこんな感じで取れてるんで、あとはねこうやってピーッと引っ張っていっちゃって背びれは取れましたと。はい、では無事ね背びれも取れました。ちょっとね尻尾の方を避けちゃいましたね。ということでね、こちらこれから天ぷらにしていきますので、湯引きなどと同じくね骨切りをしていきたいと思います。はい、じゃあ骨切りでございますがね、今回ね湯引きじゃなくて天ぷらにしようとしてるのも、この骨切りがねこの牛刀で、かつ自分の腕で湯引きで美味しくいただけるほどの骨切りができるとは思わないので、なのでね揚げるという選択肢を取ってみました。じゃあね、ちょっとハモ動画で骨切りって ASMR として人気なので、ここからちょっと喋らずいきますね。いきます。はい、ということで骨切りができました。こちらね天ぷらにちょうどいいサイズ、そうですね3分の1ずつぐらいにしちゃいますかね。はい、ということで12345切れプラス尻尾の切れちゃったところ2つって感じですね。こちらが切り上がりましたので、天ぷらの準備をしていきましょう。はい、ではこちらお天ぷらのお準備が完了いたしましたところで、こちらのね天ぷら粉にハモをくぐらせていきましょう。一気にいくとね油の温度が下がっちゃうので、一切れずついきましょう。ではではハモ第1投10日、2つぐらいはいっちゃって良さそうですね。10日。はい、ではこちらカラッといい感じのきつね色に上がりましたので、こちらを一旦取り上げちゃいます。ではでは残りのハモもみんな揚げていっちゃいましょう。はい、では残りの上がった分もねこちらのバットに取り分けていっちゃいます。はい、ということでカラッと揚がりましたこちらのハモの天ぷらでございますね。今日はねこちらのお皿に盛り付けていこうと思うんですけれどもね、ちょっとね気を利かせたつまものも少し今日は買ってまいりました。まずはこちらですね、笹でございます。笹をね、こんな感じで、せっかくねこんな束であるんでちょっと使い切らないかもしれないんでね、2枚ぐらい使いましょう。このようにね笹を並べまして、この笹の上にこちらのハモの天ぷらでございますね、並べていっちゃいます。はい、ではこちらのハモの天ぷらが並びましたところに、こちらですね、ちょっとめっちゃおしゃれしちゃってませんか。フラワーでございます。
もういつものタンポポじゃないですよ。めっちゃなんかおしゃれなフラワーです。多分食べられるやつ、食べないと思うけど。こちらをね、こんな感じで盛り付けていきましょう。うわー、おしゃれすぎんか。ということで、これにてハモの天ぷら完成です。では本日もいただきます。ということで、めちゃめちゃおしゃれな見た目に仕上がりましたハモの天ぷらでございます。人生初ハモでございます。しのごの言わずに早速お味を確かめていきたいと思います。でこちらのね、一切れをお塩で本日はいただきたいと思っております。ではこちらお塩につけましたハモの天ぷら、一口いただきます。全然骨切りできてね。自分の骨切りの甘さでね、少し小骨が気になるところはありますが、味は非常に淡白で、サクッとしたね、天ぷらの衣を噛み切ると、中のハモの身がね、ホロホロローっと崩れていく、非常にお上品な味わいでございます。なんか本来ね、ハモとかっていうと梅肉和えとかで食べるイメージがありますけど、今回ね、湯引きじゃなくて天ぷらにしたのも、自分が梅肉、梅が食べられないからなんですね。野菜とかはね、まだちょっと頑張って食べるところありますけど、梅だけはどうしても食われるんですよね。お吸い物うまっ。ハモの出汁ってこんな感じなんだ。なんかそんなにね、油っ気はないんですよ。だから今回ね、お塩とほんの少しのお醤油だけで仕立てたんですけれども、油っ気の甘さとかで風味を良くするというよりは、ハモ自体の中骨からしっかりと旨味が出てますね。かなり奥行きのある味わいになってます。ということで、人生初ハモ、骨切りでちょっとうまくいかなくてね、小骨っぽいところもありましたが、非常に美味しくいただくことができましたので、本日もエナジー注入1本いただきます。美味しゅうございます。ではあとはのんびりと味わっていきます。ということで本日もごちそうさまでした。ということで本日はハモの天ぷらということで、ハモを初めてさばかせていただきましたが、いや、激狭水産でね、初めてこれまでの経験や勘では乗り切れませんでしたね。とにかく食べてて小骨が気になってしまいました。骨切りに関してはね、やっぱり専用の骨切り包丁ですとか用意をした上でしっかりと練習を重ねないと、プロのようなお料理はなかなか難しいかなというところでございますね。皆様はぜひハモに関してはお料理屋さんに行って召し上がってみてください。というわけで本日の激狭水産はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。